ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、発表当時からそのビジュアルで話題になった、最近じゃ珍しいくらいメカニカルな内装を前面に押し出したデザインの1台。アイコー OH300 が届いたのでレビューしてみよう。凝った外装と、基本に忠実な内装を組み合わせた、1ダイナミックドライバーイヤホンだ。この見た目だから、かなりお高いんでしょう。いやいや、お値段はとても手の出しやすい。日本アマゾンで6880円程度。アイコーのラインナップでは、最も安価な普及モデルに位置づけられる一本になる。現在のラインナップは、夢というほど非現実的じゃない、特殊振動版のアイコー OH5、ちょっと良いものが欲しい時に活躍する、OH10 や OH1S、そして、誰でも手に入りやすい、OH300 や OH2 など、アイコーは夢の1台から寄り添う1台まで、とてもユーザーに合うイヤホンを幅広く展開しているな。OH300 の最大の特徴は、フォトクロミック、つまり、光源の下で濃色に変化していくクリア素材を採用したフェイスプレートだ。屋内撮影なので、写真の状態が一番透明度が高く、屋外に持ち出して、夏の太陽の光に当てると、どんどんと青っぽく、暗く変色していく。これは、サングラスなんかにも使われている素材で、割といろんなところで入手できるんだけど、これをかっこよくカットされた回路基板の上に配置するのは思いつかなかった。アイコーは、どこか鉱石的デザインを持つ、OH1 ミーディアから、徐々に、メカニカルなデザインに遷移してきていて、発売順にアイコー OH1 系、OH1S 系、そしてこの OH300 を並べてみると、デザインの変遷が見えて面白いはずだ。今回採用されたのは、QBC タイプの2ピン端子。ここまで、アイコーは、迷子見型 CIEM2 ピン、MMCX、QBC と、いろんな端子がラインナップに混在している。どうやら、一定ライン以上は2ピン、低価格ラインである OH300 は、KZ などの低価格ブランド用に購入したケーブルが利用できるように、QBC を選択したっぽい。端子の精度によってトラブルが起こる可能性が高い、MMCX から改善した形だな。埋め込みにピンに統一してもらっても構わないんですよ。新発売の上位モデル、アイコー OH10S はどうなってるんだろうな。外形はオーソドックスな形から想像がつくように、基本的には装着しやすい。OH2 で一部のユーザーから指摘された、ノズルが楕円形でイヤーピースを選ぶ点や、ノズルが短すぎる、という指摘にも対応して、オーソドックスな深円、オーソドックスな直径のノズルに変更になった。また、ノズルがちょっと長めに設定されていて、通常のイヤ機と組み合わせると、かなり奥まで押し込むことができる。ノズルが長すぎるのが嫌な人向けに、軸が短いタイプのイヤーピースもついてきているぞ。僕は軸が短いタイプのイヤピが相性良かったので、そちらを使っている。社外品だと、TWS 向けの単軸イヤピを組み合わせるのが良さそうだ。付属ケーブルは、一般的なグレード、無酸素銅の、取り回しやすい微妙に青いラインが混じった、落ち着いているけどおしゃれな洗剤が採用されている。無酸素銅でスペック的には問題ないんだけど、比較的柔らかい音を出す、OH300 の場合、より上位のはっきりした音を出すケーブルと合わせてあげた方が、相性が良いシーンは多そうだ。今回は、ナイス HCKC41 単結晶銅 6N、銀メッキケーブルを組み合わせて、変化を見てみたんだけど、高音域から中高音域あたりが明瞭になったので、イコライザとかを使いたくない人は、リケーブルも視野に入れた方が良さそうだ。パッケージ内容はシンプルで、本体、付属ケーブル、イヤーピースが2種類3サイズの合計6ペア、それからケーブル帯がついてくるな。低価格ラインということで、不要な付属品は削減されてる。低価格モデルを買い揃える人は、こういうパッケージの方がありがたいんじゃないかな？というわけで、外装に関してはこんな感じ。特に、フォトクロミック素材を使ったフェイスプレートは斬新で、この見た目で購入を検討している人も多いはずだ。だが、アイコーは音質で国内での知名度を上げたメーカー。もちろん、OH300 にも、その能力はしっかり備わっている。OH300 の概要は、10mm の1ダイナミックドライバーイヤホン。中国製のイヤホンでは最も多い形式だ。アイコーでも、ハイブリッド型から 10mm のドライバーは何度も使用していて、割と使い慣れたサイズのダイナミックドライバーだと思う。よくわかんない人は、市場で今一番よく売られてるタイプのイヤホンだと思ってもらえばいい。OH300 は、背面に大きくアピールされている回路とダイナミックドライバーの特性によって、スマートフォンなど、ザリザリやブツブツといった感じの回路ノイズが乗りやすい。専門的でないオーディオ機材と組み合わせた時にも、そういったノイズを取り除けるように設計されてる。つまり、見た目で惚れてどんな環境で使っても、問題が出ない、誰にでも優しいタイプのイヤホンだ。ただし、音量は実用的ながら、ちょっと取りにくい感じになっている。と言っても、
最大音量が不満なレベルじゃなくて、ボリュームを普段より大きめにしないといけない程度だな。それで変なノイズトラブルから解放されるんだから、そっちの方がメリットは大きそうだ。OH300 に採用されている振動板は、液晶複合振動板。この液晶というワードは、最近の中華イヤホンでよく登場するもので、他のメーカーだと LCP、液晶ポリマーという名前でよく使われているものに近い複合振動板だと思われる。このタイプの振動板を使ったイヤホンの特徴は、弾力があって暖かく、力強い低音を鳴らしても歪みが起きにくいサウンドのものが多い。OH300 もその傾向が強く、結構ウォームで、全体の音色のまとまりが良いサウンドを楽しむことができるぞ。この音色の特徴は、低価格なケーブルと組み合わせると、よりマイルドになりやすく、音色がさらに柔らかくなる印象がある。OH300 は標準ケーブルと組み合わせると、高音側が優しく、聞き取りやすいサウンドになる。この特性は、先に発売された同価格帯の同社の先輩イヤホンである、アイコー OH2 に近い感じがあるぞ。ただし、OH2 より見通しよりも音色に包まれている感じや、全体の音が分離せずに良い意味で一回りになっている印象が強い。OH2 はバランスが良かったが、それが若干暖色、中低音のインパクトによった感じだな。どちらが良いという類ではなく、より個性を感じるのが OH300 という印象だった。音色を分解してみよう。OH300 の特徴は、高音が優しく、中高音が優しい中でもちゃんとなって、そして、中低音以下はしっかりボリュームがある、ということだ。この傾向、類似の液晶ポリマー振動板を使っている機種全般に言えることなんだけど、OH300 のポジションは、同価格帯の LCP 採用機種と比べると、暖色、低音の力強さが強い順に、ダナキタン S、アイコー OH300、ゲンハイファイ T3 プラス、ゲンハイファイ C3、ゲンハイファイ C2、という感じ。OH300 はイヤホン全体で見ると、ウォームより、LCP 振動板を採用した類似のイヤホンの中で比較すると、バランスが良いくらいのポジションだ。弱点はないけど、アイコーの従来モデルと比較すると、結構柔らかい印象を受けそう。ハイブリッド型はもちろん、そうでない OH2 と比べても若干暖色寄りだな。この傾向を見てもわかる通り、高音ははっきりと分離するというよりは、隠れない程度にしっかりなっている、という印象。特に、高音が刺さるような音が苦手な人は、OH300 はおすすめの一台になる。逆に、はっきりと分離して当然、という感触派は、アイコー OH1S がおすすめだな。中高音域も一体感があるなり方で、空間は閉じているんだけど、変に反響で改造感が損なわれることなく、優しい感じなのにしっかり聞こえる、というバランスのイヤホンだ。ボーカルは中低音域側よりも下がるけど、しっかりと主役として活躍できるボリュームだぞ。そして中低音域、ベースは力強く、空間を覆う。ただし、より暖色な LCP 類似イヤホンと比べると、圧倒されるような感じじゃなくて、他の音域とバランスをとっていて、安心して聴けるイヤホンだ。サブベースはしっかり出ていて、イコライザで補正してやっても、素直によりパワフルになる。サブベースが出ていないと納得できない人にも安心しておすすめできるバランスだぞ。空間は全体的に閉じている感じが強い。しっかり設計された、反響を防いだ部屋の中で聞いているような感覚だ。頭の中で鳴っているような違和感はなく、程よく近い感じだな。また、このような中低音域が力強いイヤホンでは、しばしばマッチョが密着しているようだ、とか、汗だくのあんちゃんが全力で鳴らしてるようだ、みたいな、非常に暑苦しい表現を使うことが多いんだけど、OH300 は程よい距離感と程よい全体のことを配慮したバランスがあるので、ウォーム感が強いのに、そういった極端な印象にならないところが良い。ベリリウムメッキ振動板を採用する OH2 とは振動板こそ違うものの、好む層はかなり近いと感じたぞ。というわけで、付属品は最小限、最高の見た目、改善された装着感と付属パーツ、そして抑えられた値段。見た目で惚れて買ってもよし、落ち着いた音で惚れて買ってもよし、と、低価格ながらしっかりと個性を確立したイヤホン。それがアイコー OH300 だ。先代の低価格モデル、OH2 と比較しても、また違う良さがあるので、できれば併売してくれると嬉しいな。ダナキタン S ではエネルギッシュすぎるけど、まとまった感じは好きなんだよなという人にも、同じ液晶ポリマー系振動板の OH300 は、ドンピシャでハマる可能性がある。ティタン S も、そのどこかサイバーパンクかスチームパンク的な雰囲気から入る人が多いイヤホンだけど、OH300 のサイバーなデザインからこのイヤホンに入るのも、全く問題ない完成度が高い一台だ。優しい音色で他のバキバキに高質なサウンドを持ったイヤホンとも差別化ができるので、見た目で気になっている人は、実際に手に取ってフォトクロミックギミックとずっと使えるサウンドを堪能してほしい。おすすめだぞ。と、こんなところだな。
愛好の中では比較的ウォームで、人気の OH10 のように高音を補強してきていないのが特徴だ。振動板の良さがちゃんと出ていて、そして特徴頼みではない、しっかり作られた音なので、低価格モデルとして、確かな価値のある一台だと感じたぞ。といったところで今回はここまで。